はい、どうもじゃんして、バンプです。今回はパッチ 0.14.9.5 のパッチノートを見ていきたいなと思います。結構ね、大きい変更があるんでね、見どころ満載だと思います。はい。本日ね、2020年の7月4日の16時から6時間のアップデートが終わります。なんで、この動画がね、18時に出ると思いますんで、22時にね、終わる予定かな。長引く予定もあるそうです。その反対もね、早めに終わる可能性もあります。パパッと読んでいきます。変更のリストなんですけど、PV ゾーンのオフラインシングルプレイヤーということなんで、これはね、もともと PVP でオフラインで入るときめちゃくちゃマッチ早かったじゃん。自分の PC から入るみたいな。だったんですけど、それがね、PVE でもできるようになりました。なんで、もともとね、マッチング一人でするときめちゃくちゃサーバー時間かかってました。普通のサーバー、PVP のサーバーで入ると同じで、タルコフの方のサーバーにみんな入っていく一人一人。なんで、めちゃくちゃ混雑したんですけど、それがね、自分の PC から入れるということって、一瞬で、多分1分もかからないんじゃないかな、一人でする場合は。で、パーティーでするときのみ、普通のほら、ゲームサーバーを使用します。グループレイド、スカブとしてのレイド、タルコフの街でのレイドに関してはゲームのいつも通りのサーバー、まあ待ち時間は一緒。の感じで参加しますよという感じで、これはね、PVE する人からしたらね、めちゃくちゃありがたいと思います。くっそ長いね、15分とか20分かけて待ってる時間がなくなります。でかいですね。次いきます。ウィッシュリストの仕組みということで、ここに関しては多分、ワイプされても保持されますってことなんで、ウィッシュリスト追加してもそのままですよとか、隠れ家に必要な、ハイドアウトに必要な最初のね、雑貨系をウィッシュリストに自動的に追加してくれる機能とか、まあそういうのがもろもろ追加されましたからよって、まあそんなにね、重要じゃないです。次行きます。ゲーム内のフィードバック調査ということで、アンケートがね、タブから、メニューから選べるようになりました。これをね、アンケートをやると、プレイヤーにね、ちょっとした報酬が出ますよ、ということなんで、まあこれに関してもね、アンケート協力ありがとうっていうフィードバックができるようになりましたよ。だからこういうとこに関してもっとやってほしいっていうのが運営サイドに伝えれるようになりましたよ。ということで、まあこれもね、まあありがたいことかな。はい。じゃあ次、PV モードでの AI の調整ということで、これかなりでかいね。これに関しては、PVE で実験した後に、はい、今後のアップデートでは必要なメカニズムが PVP モードに移行される予定ですって書いてるんで、かなりでかいです。AIPMC はアイテム戦利品の箱死体を漁りより価値のある戦利品を選ぼうとするようになりました。ということで、AI が、まあ、レドックスだったりグラボだったりがあったら、拾っていくってこと。だから、PMC ちゃんと倒したらね、カバンの中とか竜の中もちゃんと漁らないといけないかもしれない。また、武器や装備を拾うことができ、よりいい装備を見つけたら自分の装備と交換します。ってことで、もこれもいいね。装備も上手くなります。持ってるアイテムも上手くなります。で、まあ、倒すメリットが増えたね。AIPMC はあらゆる場所に移動できます。あ、これに関しては前から言われてた、PVE ではね、PMC が同じとこにずっといたり、同じ場所でリスポーンしてずっとなんか徘徊してたりするから、なんかある程度やってたらわかるんですよ。PMC が、あ、この辺いるなとか。でもそれがなくなった。どこにでも移動するようになりました。しかも、ボットは戦術的なフォーメーションを移動します。目的に着くと戦利品を集め、しばらく敵を待って待ち伏せを仕掛けます。ってことで、AI も待ち伏せするようになると。だから、PVE もストレスフリーじゃない時代が来たかもしれません。はい、面白いね。まあ僕 PVE やんないんだけどね。はい。PMC は十分な戦利品を集めた場合、または主義者は十分な時間経過しかい、その場所から、脱出するようになりましたということで、まあ、これもね、ちゃんと PVP に寄せてきていいんじゃないかなと思います。はい。次、PMC が開けた地形に移動する際は、より頻繁にダッシュするようになりました。まあ、歩いてテクテク移動するよりは、ちゃんとダッシュしてね、移動する、プレイヤーっぽい動きをしてくれると。はい。初心者のグラウンドゼロ、PMC レベルはレベル20に制限されます。ってことは、AIPMC にやっぱ、レベルによってさ、強い弱いってあんじゃないかなって俺ずっと思ってたんだけど、あんのかなこれレベル20に制限されるってことは。まあこれに関してはよくわかりません。はい。すべての AI、敵に関する情報が近くのボットからもたらした場合、敵に反応することになりました。なるほどね。PVE でね、PMC とスカブがね、敵対しないみたいな。AIPMC とスカブが全然敵対して戦ってくれないとか。あったんですけど、それがね、反応するようになりましたということで、まあこれもいい設定だったんじゃないかな。モッドの方ではね、これできてたんだけど、なんか、公式の方ではできてないみたいな話もありました。AI スカブがあちらこに飛び回り、貴重な戦利品を探すようになりました。
スカムグループインフォメーション取り向け位置に移動します。ってことは、AI PMC と比べてスカブは品質にこだわらない。けど、いろんなものを拾ってますよ。これに関してはね、PVP に実装されると、ちゃんとね、スカブ倒しても、スカブのカバンの中まで漁るっていう、すごいね、メカニズムができるんじゃないかな。うん。いいと思います。これは PVE における AI 改善の最初の、イテレーションです。今後のアップデートは AI の挙動同じ派閥同士のインターネットシステムにも改良していく予定です。派閥によって戦い始めたりっていうのがあんだ。挙動だったり。ユーセックとベアで戦術が変わるらしいよ。まずは PVE で、やってみてって感じらしいです。はい。はい。次、新しいタスクなんですけど、これはね、ゲームの、ライフパスにノスタルジアのクエストラインを追加し、エッジオブダークネスエディションのボーナスの所有者のみが利用できますということで、そういうクエストが追加されますよ。で、次、前代未聞。これね、刻印っていうのは、無線機のことですね。無線機。無線機を入手するための新しいクエストラインが追加。これはね、どのエディションでも獲得可能。で、拡張 PMC ポケットを入手する新しいクエストライン追加。これもどのエディションでも、獲得できるということで、これはいいんじゃないかな。拡張。2マス増えますよってことだよね、ポケットが。スカブベストと同じ大きさになりますよって感じです。はい、じゃあ次行きましょう。カスタマイズ。ユーセックとベアの新しいコスチュームが追加され、JP コインで購入できるようになりました。これらの衣装を購入するには、レフで高い地位が必要です。ということで、ラグマンプラスで、レフでも交換できるようになったんだって。新しい衣装が。PVP のプロファイルワイプ。これに関しては、どのことかわかんない。PVE をセルフワイプできるようになったということなのかな。ウェブサイトからプロフィールページのプロファイルリセットオプションを追加しました。だから、ウェブサイト、今僕が入っているこの SKM from Tarkov の公式のウェブサイトからプロファイルをリセットができるらしい。で、PVP と PVE の、進行状況を別々に、または一緒にリセットできるようになりました。ということで、どこからできるのかな。それに関してはちょっと、おいおい見てみたいと思います。はい。じゃあ次、ゲームルール違反したプレイヤー報告した場合の保証っていうことで、これ簡単に言うとね、チーターを報告して、バン報告が来た時に、一緒にね、報酬もついてくる。どんな報酬がもらえるかっていうのはわからないんですけど、ちょっとした、アイテムだったり、武器とかアーマーとかが多いんじゃないかな。武器はないか。アーマー系統がもらえるんじゃないかなと思います。はい、次ね、バランス調整ということで、スコープ系統。こんな感じで、スコープ系統が全体的に出現率がアップしましたよということで、これありがたいね。で、プラスで、これがね、上がったということは、アンカーでね、スコープを手に入れれるってことなんで、スコープの、フリマ価格もちょっと落ちるかもしれません。さあ次、ボルトアクションの反動の軽減ということで、なんか大体の、ボルトアクションが落ちてるね、これ。XMC も落ちる、モシンも落ちる、で、SV、DVL、VPO、T5000 で M700 も落ちるということで、全体的にボルトアクションがね、反動が軽減されますよ。これは多分ね、下につけるバイポッドだったっけ？あれが影響してくるんじゃないかな。でからちょっと軽減してやろうぜ、みたいな、もあるんかもしれません。じゃあ次、カーグレガーの管理、クラフトスキルのレベリング速度が上がりましたということで、これね、マジで上がんなかったの。だから、これは良かったね、上がって。これマジね、ハイダーずっと回してる人でも、終わんないもんね、これ。エリートなんないでしょ、ほぼほぼ。いいね。はい、近くスキルからの、聴覚距離のボーナスを削除しました。っていうことなんで、あんまり意識したことないから、ここに関してはあんまようわからん。はい。で、変更のリストはオフラインレイドでの、キャラクターの体と戦利品オブジェクトの誤った物理演算を修正しました。何なんだろう。はい。で、EFT とアリーナのインタラクションの UI を修正しました。はいはいはい。死亡後のキャラクターの体が動作がおかしくなる原因を修正しました。はい。インターフェイスタスクの、いくらかのローカライゼーションを、修正しましたということで、いろいろと。ということで、今回ね、こんな感じになったんですけど、めちゃくちゃね、でかい変更多かったと思いますんで、なんか PV やってる人はこれありがたかったんかなと思います。で、PVP をずっと回してる人に関しては、大きい変更はあんまないかもしれません。変更あるとす
するんであれば、まあ、レフでコスチュームが買えますよ。だったり、まあ、新しいクエストラインに関しては、まあ、アンハード持ってる人はあんまり関係しないのかなという感じです。あとは、まあ、スコープの、脇率だったり、軽減。ボルトアクションは軽減しましたよっていう感じかな。うん。基本的にね、PVE が主な、アップデート内容だと思います。はい。まとめますと、まあ、ソロプレイ。これがやっぱ一番でかいね。ソロプレイ。PVE でのソロプレイ。オフラインモードできるんで、待ち時間なく遊べますよ。っていうことと、あとは、プロファイルのリセットかな。ワイプ機能に関しては。じゃあ、ここだ。はい。PV のプロファイルワイプ。これに関しては、まだね、どんな感じでできるのかがわかんないんで、まあ、多分セルフワイプ、プロファイルのワイプってことなんで、多分ワイプ機能も追加されましたよってことなんで、これもかなりでかいね。やり込んでもやることないという人はもう一回ね、やり直して、タスク1から始めれるってことなんで楽しめると思います。はい、それ最後にこれね、はい、PV の AI の調整ということで、PMC は、より価値のある装備や戦利品を奪おうと、拾っていきます。で、それでね、マップ全体を歩き回りますと。で、待ち伏せすることもありますっていうことなんで、これをね、PVE をストレスフリーでやってる人もね、ちょっとずつストレスが溜まってくるのかなと思います。これがね、PVP に実装されてくると、余計うざいですね。うん、プレイヤーが待ってる。プラス、スカブたちも待ってる。なったら、だるいね。まあ、以上ね、まとめるとこんな感じで、まあ PVE、ほぼ PVP がメインの、PVE のメインのアップデート情報になりました。はい。ということで、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画で会いましょう。じゃあね。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも